listen to today's English news. Denmark has donated $250 million to help rebuild important infrastructure in Ukraine's Mykolaiv. The focus is on supporting economic recovery. Denmark has donated $250 million to help rebuild important infrastructure in Ukraine's Mykolaiv. The focus is on supporting economic recovery. デンマークは、ウクライナのミコライウの重要なインフラを再建するために2億5000万ドルを寄付しました。経済の回復を支えることに重点を置いています。Denmark has donated $250 million to help rebuild important infrastructure in Ukraine's Mykolaiv. The focus is on supporting economic recovery. ポイントをチェックしましょう。Donate. Donate. 寄付する。Rebuild. Rebuild. 再建する。Focus. Focus. 重点を置く。Denmark has donated $250 million to help rebuild important infrastructure in Ukraine's Mykolaiv. The focus is on supporting economic recovery. それは非常に理にかなっています。それでは最初の英文です。Denmark has donated $250 million to help rebuild important infrastructure in Ukraine's Mykolaiv. なかなか長いですね、これ。そうなんです。具体的な国名とか状況が入るだけで一気に重みが出ますよね。でも感情をオフにして構造だけを見ると、この文の骨格って驚くほどシンプルなんですよ。そうなんですか？はい。Denmark has donated $250 million. これだけです。なるほど。主語と動詞と目的語だけってことですね。英語のリーディングってなんだかノイズキャンセリングのヘッドフォンみたいなものですね。ああ、いい例えですね、それ。主語、動詞、目的語っていうメインボーカルの周波数だけを拾って残りの to help rebuild 以下の背景音を一度ミュートにするんです。そうすると文の言いたいことがすごくクリアに聞こえてきますよね。はい。なんか家の建築に例えると SVO が絶対に崩れない家の鉄骨で後のどこでとか何のためにっていう修飾語は壁紙とか家具みたいな装飾なんですね。まさにその通りです。後半の修飾語の部分は追加データに過ぎません。メインボーカルのメロディーさえブレずに聞き取れればどんなに情報が追加されても迷いになることはないんです。メインの骨格が見えると今度はそのパーツ同士のつなぎ目に面白い仕掛けがあることに気づきますよね。じゃあ次の文を見てみましょうか。The focus is on supporting economic recovery. これも骨格自体は The focus is と非常にシンプルですよね。はい、そうです。でもちょっと待ってください。ここで疑問なんですけど。何でしょう？前置詞の on の直後にサポーティングが来てますよね。私たちが知ってる絶対的なルールだとon のような前置詞の後に名詞が来るべきじゃないですか。はい、おっしゃる通りです。サポートするって明らかに動詞のアクションですよね。これルール破ってませんか？そこに気づくとは鋭いですね。実はこれルールは一切破られていないんですよ。どういうことですか？この supporting は動名詞といって動詞の顔をかぶった名詞なんです。動詞の顔をかぶった名詞ですか？はい。アクションとしての意味は持ちながらも構造上は完全に名詞という役割を演じきっているんです。なるほど。だからこそ前置詞の隣という名詞しか座れないはずの指定席に堂々と座れるんですよね。なるほど。見かけの形に騙されず、その単語が構造の中でどの役割を演じているかを見抜くわけですね。そういうことです。こういう骨格とかシステムの設計図が見えてくると、なんだか自分でもブロックを組み立てるみたいに英語を話してみたくなりますね。定着しますからね。そうですよね。実は今日みたいに言語の構造を意識しながらアウトプットを試せる AI 英会話アプリがあるんですよ。ほう、どんなアプリですかenja AI トークというんですが、AI キャラを相手に気兼ねなく会話の練習ができるんです。それは便利ですね。はい。7日間無料体験もできるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。最後に一つ
聞いているあなたに考えてみてほしいことがあるんです。何でしょう。今日私たちはウクライナや復興といった言葉が持つ重い意味とか背景を一旦脇に置いて、純粋な記号として言葉を眺めましたよね。ええ、ノイズを消したことで驚くほど冷静に文章を処理できました。そうなんです。これはつまり私たちが普段いかに感情のフィルターを通して情報を読んでいるかということの裏返しでもあります。確かに文脈から離れることでかえって情報そのものをフラットに捉えることができるんですね。はい。感情に流されて、時に本質的な構造を見失ってしまっていることに気づかされます。そうですね。次にあなたがニュースを読むとき、その感情のフィルターを一度外してむき出しの構造だけを眺めてみてください。きっとこれまでとは全く違うクリアで冷静な景色が見えてくるはずです。このまま AI キャラと英会話しませんか？今日のニュースについても話せるよ。Enjoy learning.